もうなんかあんまり何もかも自分を強制したりとか我慢させたりとかもうしたくないんですよね。こんにちは、おきょんママこと加藤ひとみです。今日はですね、私が実践している食事法についてお伝えしたいと思います。よくどんなものを食べてるんですかって聞かれるんですけれども、特別なものは食べてないです。ただ何点かね気をつけてることがあるんですね。で、今までですね、あらゆるいろんな方法ですね試したんですけれども、結局ですね、ある一つのことに決まってきました。ある程度年齢重ねると体をいたわる食事法っていうんですかね、無茶をしないっていうのが大事だという結論になりまして、その中でも自分で決めてるルールがあるんですけどね、今日はそのことについて詳しくお伝えしたいと思います。だんだんと年齢とともに脂肪がつきやすくなりますね。皮下脂肪がね、女性は特に下半身に。でそれを気にしていろいろダイエット法とか、調べると、もう割とトップの方にあって長く続いているのが糖質制限ですね。たくさんの方実践してますよね。カロリー計算をせずに、とにかく極力糖質を抜いて主食副菜、タンパク質とか脂肪とかでカロリーを取っていくという方法になりますね。でこれですね、私も結構極端なことをやったりとかもしたんですけども、体を壊しました。ひどい時は目が見えにくくなったりとか、かなり長いことそれが続きました。命に関わるレベルになるんじゃないかと思います。ですのでスーパー糖質制限ってあるんですよね。もうほとんどもう取らないというね、そういう極端なやり方をすると女性は体を壊すと思います。これはお勧めできません。私が今最終的にたどり着いたのが、朝昼晩の食事主食必ず入れるというルールを作りました。例えばね、ちょっとお昼に食べ過ぎた時は夜は主食を抜きます。ご飯を抜いておかずのみっていうこともありますけれども、基本的には夜もお茶碗3分の1ぐらいはちょっと体に入れておく。その方が翌日ですね、パフォーマンスが上がるということが分かったんですね。あとお肉とか、油もんいくら食べてもいいとか言いますけど、あれは良くないですね。すごく肌荒れを起こしました。やはり極端なことはやめた方がいいですね。私自身が今やっている主食の取り方なんですけどね、特に朝はきっちり食べます。食事をもうそれも時間がもうはっきり決まってまして、7時半っていうふうに決めてるんですね。きちんと具沢山のお味噌汁を作ります。そしてサラダもつけますけれども、そのサラダはですね、生野菜のサラダです。そしてサラダも工夫があります。必ず黒すりごまを入れることで、チーズの小さく切って入れて、あとシナモンをかけます。そしてバルサミコ酢ですね、それとオリーブオイルでドレッシングを作ってますね。あとは卵料理一品ですね。日によってですね、目玉焼きにしたりとか普通の卵焼き作るんですけども、卵焼きの日にはですね、それに納豆を入れます。黒すりごまを入れて、ネギを入れて、あとツナの缶詰で、ツナはですね、塩分無添加オイル無添加っていうのがあるんですね。その小さい缶を入れて2人分作ってます。だから卵もしっかり朝から取りますし、シナモンに関しては私の母親がですね、90歳で結構元気なんですけれどもね、シナモンはすごくよく取ってるって。大量に取るとね、良くないんです。シナモンはね、1食に1振りぐらいですね。そういうのでサラダにかけたりとか、すごくおすすめです。あと朝食の主食なんですけども、実は私はね、シリアルなんですよ。フルグラ、フルーツグラノーラってありますよね、通常の。それってね、すごくカロリーも高いし糖質がすごく高いんですね。で、糖質オフのフルグラってあるんです。やはりですね、私甘いものがすごく好きなんですね。食べ過ぎは良くないと自分で戒めてるんですけども、糖質オフのフルグラは血糖値が上がりにくいんです。フルグラって1食分 50g でいろいろ計算してあるんですね。カロリーとか糖質とか計算してあるけど、私はそれを 50g でちょっと量多いんですよ。 30g にしてます。きっちり測ります。 30g にヨーグルトを 70g 加えて、で1日おきで豆乳を加えて、そこに青汁の粉末ですね、それを加えて、そんな感じでね、朝はもうパターンを決めてます。ですごく調子いいんですね。で午前中はそれで過ごして、お昼なんですね。お昼はですね、そんなにこだわってないんです。食べたいものを実はちょっと食べてまして、ちょっとね甘いもの、甘いパンが食べたくなる時があるんですよ。
で以前はそこをぐっとこらえてもち麦ご飯ですね、そういったものを主食にしてたんですけども、今はね1日1回自分を甘やかそうという結論になりました。我慢は良くないです。この間前の動画で私カフェインを全然取ってないっていう話したら、私すごくコーヒーが好きなんですけど辛いです、1回我慢したけど辛かったですっていうのがあったんで、そこはもう我慢しないでください。飲んでいいんですよ。私はたまたま体質に合わなかったのでカフェインが取れなかっただけのことなんでね、極端にたくさん取るのが何でも良くないんですね。なので好きなものは上手に量を決めてたしなむとかね、食べるというのがいいんじゃないかと思うんですよね。もうなんかあんまり何もかも自分を強制したりとか我慢させたりとかもうしたくないんですよね。適度に自分の好きなものを楽しみながらっていうのはいいかなと思って、でちょっと実は菓子パンとかを食べたりします。ただし一つここもルールがありまして、その後運動するんですよ。やはりですね、血糖値は私上げたくないんですね。前にもお話ししましたけれども、食後血糖値が上がりやすい体質を持ってます。父親が重度の糖尿病だったことがあって、遺伝的にちょっと糖尿病の毛があります、私はね。それを自分で自覚しているので、私の場合は太ると確実に糖尿病になる可能性がかなり高いということは聞いてるんです、お医者さんからね。ですので体重コントロールはしっかりしてます。そうすると食事だけでこのコントロールというのは難しいから、必ず運動を必要とするわけですよね。すぐに外を歩いたりしたらいいんでしょうけど、それがやっぱりできにくいので、やはりですので今はですね、しっかりと防音のシートを敷いて15分間その上で走ります。これ前にもちょっと話したことがあったかもしれないんですけども、食べたら15分ぐらい時間を置いて、直後ではなくて15分ぐらいがいいみたいです。もう本当にこんな感じですよ。こんな感じで時々腕を振り回して上半身もちょっと動かすといいらしいんですね。普通に食事をして何もしてない時と必ず運動した時との血糖値も食後血糖値を測ってみました。そうすると急激に上がるのをかなり防いでたんですね。一番悪いのは昼寝することです。太りやすくなりますし、血糖値がグッと上がるのと、あと甘いものは糖化を引き起こしますよね。ある程度運動をすることでそれもコントロールができるんですよ。軽く走るのは15分です。でその後ダンベル運動をします。太ももと腕を鍛えます。ちょっとね、そういうのもねいつかまた動画にしたいと思うんですけど、それをトータル30分ぐらいですかね、必ずそれをするようにしてます。ですので自分に対して甘いものが食べたいと、それを食べてもいいと。でもその後は必ず運動とセットにする。食べたらそれをやるっていうパターンにすると、自分の中で罪悪感がなくなるんですね。でよく好きなものをたくさん食べた後、食べることを制限してそれをチャラにしようというね方法もあるんですけれども、食事制限っていうのは基本的には結局またリバウンドを起こすんですね。だから夜は完全に抜くとか、そうするとまた次血糖値がわっと下がることによって食べたい欲求があるんですよ。だからその後のドカ食いにつながるんですね。だから食べることでプラマイゼロにするっていうのはまず無理だと思った方がいいです。でも自分のために何か好きなものが食べたいだったら、じゃあ運動ですよ。もう運動することで解決です。もう本当に食事方法としては私の中では好きなものは食べると。夜はバランスよくお料理をするようにしてます。外食が続いた時がありました。仕事の関係で5年ぐらい東京の方で仕事をした時があって、その時にマンションを借りたんですね。でそのマンションのリビングをセミナールームにしてたんです。で結構セミナーを頻繁に開催してまして、普通のマンションのリビングってキッチンがついてますよね。絶対にそのキッチンは使わなかったんです。なぜかというとセミナールームなので、そこでお料理とかをしてしまうと家庭の匂いがもうそれだけでもうセミナーの雰囲気とは変わってくるんですよね。気をつけてお料理したとしてもやはり煮たりとか炒めたりとかすることでやはり壁とかに染みつくし、カーテンにも染みつくし、それでもう一切お料理をしないっていうとなるとですね、コンビニのものになったり食べに行ったりとかになっちゃうわけですよね。それでその5年間の間はですね、やはり食事のバランスに苦労しました。まず外食でたくさん野菜を、しかも塩分控えめで油も控えめで取るっていうのはなかなかそうそうないです。なのでね、やはりちょっとその食生活をしてる時っていうのは体調があまり良くなかったです。やはりですね、手作りのものに勝るものはないと思います。ですのでですね、やはりちゃんと夜は今作ってます。10年ぐらい前ですかね、お肉が一切ダメっていう時期あったのご存知ですか？
お肉を食べると血が汚くなると、ね、お肉にはいいことが何もないと。だからお魚がいいと。今はですね違うんですよね。長寿の方ってお肉を食べてるんですよ。たくさん食べてるんですよ。お肉ばっかりね、油の芋ばっかりっていうのも良くないんでしょうけども、適度にお肉を取ってる方が長生きできるんですね。自分の中で食べたいというものを欲求すると思うんですね。もともと人間っていうのはね、動物もそうなんですよね。ただしですね、ストレスがすごく溜まってるとちょっとね中枢的に食欲の中枢とかねちょっと異常が出てきたりとか思考が変わったりします。辛いものとか、あとお酒にこうバッと走ったりとかね。なので適度にストレスもない状態でいるのが一番いいんです。実はちょっと難しいところではあるんですけどね。そうすると自分の中で食べたいと思うものが今自分の体にとって必要なものになるわけですよね。なので何でも我慢は良くないと思います。そんな感じでやってます。今いろいろとお話ししてきましたけどね、もう一つ気をつけていることというのは、寝る前3時間は食事をしない。胃の中のものがなくなってから寝るっていうふうにしてます。それはもうかなり長いこと続けてます。ギリギリまで食べてる食生活前してたことがありました。飲んでしかも。そしたらね、次の日胃もたれすごかったですね。今は胃の調子はすごく良くなりました。寝てる間に脂肪がねつきやすくなります。ギリギリまで食べてるとね。なかなかねこれもお仕事の関係でどうしても夜遅くなる方もいるかもしれないんですけどね、せめてやっぱりお休みの時はちょっと早めに食べて胃の中を空にしてねお休みになる方がいいかなと思います。一時期ですねちょっとブレイクした芸人さんで、その方がですねすごくグルメな方なんですね。ほぼ毎日有名店を回るって食事にで、とにかくいいものを美食家でも体はすごくなんていうか引き締まっていらっしゃるし余分な脂肪がついてないんですね。でその人が気をつけてるのは、とにかくそういうお店に行って美味しいものを食べると。でも胃の中のものがなくなるまで絶対寝ないっていうふうに決めてるそうなんですね、その人ってね。ですので例えば11時頃食べたとしますよね。そしたらですね2時3時まで起きとくって言うんですよ、胃の中のものがなくなるまで。それもまたちょっと極端ですけど、ちょっと一理はありますよね。なかなか普通の人はそんな毎日12時近くは寝るってね難しいかもしれないですからね。ですので7時半ぐらいまでに食事を終えるのが理想かなと思いますね。10時半に寝るとしたらね。あとこれはねずっとね続けてること、野菜を先に食べる。ご飯は最後。野菜、そしてタンパク質とか、お肉とか魚とか、最後の最後にご飯だけ。しかも混ぜて食べるってことはしてません。これも血糖値を上げないコツなんですね。これは誰でもその場でできるかなと。とにかく野菜を先に食べるっていう風の生活をしています。先ほど糖質制限の話しましたけれども、糖尿病の方とかね、何かしら成人病すでにもうなってらっしゃる方で制限が必要な方には有効だと思います。それを推奨させているお医者さんもいらっしゃいますので、糖質制限がダメという話を私は今してるわけではないですからね。そこはうまい具合にご自身の体調と相談の上実施されたらいいかなと思います。そんな感じでですね、今私が実際やってる食事法についてお伝えしてきました。いろんなことを経験してたどり着いた答えがそれなんですね。でもまたこれから年齢重ねるうちに体質も変わってくるし、体調もねいろいろ変化も出てくるでしょうから、また何か変わってくるかもしれません。ですのでこれが絶対ということはないと思うんですね。万人に共通するものではないと思います。その人その人の生活パターンとか体調とかにもありますのでね、無理のないようにされたらいいかなと思います。でもう結局はですね、美味しく食べたいですよね。正直人生の中で食べることって大きいですよね、楽しみとして。私も食べることすごい好きですし、運動よりも食べること正直好きですよね。寝ることも好きだしもうあんまり我慢したくないです、自分に対して。ですので楽しくいきましょう。食べることもね、体を壊さない程度にという今日はそういうお話でした。参考になったら嬉しいです。今日もご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは私が実際に検証して若見えに効果があると確信した方法を毎週お届けしています。この動画がいいなと思った方はぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。オキャンママの詳細は下の概要欄でご確認ください。それではさようなら。オキャンママでした。